こんにちは、ちえいです。今回は5年後の恋愛について、あなたの隣にいる人を見ていきたいと思います。選択肢、こちらの3枚です。直感から好きな方をお選びください。はい、それではこちらですね、A さん、ハートのピンクのカード、お選びいただいた方のリーディング始めます。ちょっとカードが多いので、端っこに見えなくなっちゃったら映しながらやっていきたいと思います。ちょっと大まかな恋愛の流れを最初に出して、それからお相手さんの見た目とかいろいろ細かく出していきたいと思います。まずこちらですね。よいしょ。少々お待ちください。はい、ちょっと切れてるところあったらすいません。じゃあ、これが一応恋愛の大まかな流れと、あと、その5年後の恋愛するお相手さんの特徴ですね、見た目と、を出していきたいと思います。カップの2と、ここと、あとこちらがテーマ、ジャスティス、はい、それでは見ていきたいと思います。A さんは今すごい恋愛することについて前向きなんじゃないかなっていう感じがします。結構小さい時とか昔から深いところの意識でですね、これ出てるので、すごく素敵ないい恋愛したいなってどこかでずっと思ってたんじゃないですかね。ただ現実がちょっとあまり理想的な恋愛ができているかっていうとちょっとそうではなかった可能性はありますね、今まで過去。ただ今すごくもしかしたらもうすでにいい出会いができている方もいらっしゃるのかな。すごく恋愛に対して未来を向いているカードが出てるので前向き。ただ深いところではちょっとまだ本命に出会えてないのかなっていう感じもしますね。ただね、ざっと見た感じ、これから何か素敵な出会いが訪れそうな感じはすごくするので、お相手さんの表すカードにこれが出てるんですね。ハップの2、何かね、つながりが出てきそうな感じがします。で、テーマがジャスティス。その5年後のお相手さんについてのテーマと、あとこちら流れなんですけど、何かね、出会いの流れでこれ出したんですけど、出会いと家庭と未来。何かあなたが与えることで受け取る恋、恋愛っていう感じがするんですね。最初にあなたからアクションをしていく感じ。で、お相手さんが、なんかすごくちょっと緊張してきたんですけど、すごい。で、そこにお相手さんが答える形で、お相手さんの方が思いが強くなっていくんじゃないかなって思います。で、2人で駆け抜ける、おそらく契約、何かゴールをつかみ取る感じがするんですけど、お相手さんについてなんですけど、はっきりしてる人なんじゃないかな。白黒物事はっきりつける感じ。すごくやる気に満ち溢れてる方とか、あと人とのつながりを大切にする方、っていう感じがしますね。きっとこれから今ね、恋人がいなくてもいらっしゃっても、これから何かいた方であれば何か動きが出てくる。いない方であれば発展、お付き合いへと発展していくんじゃないかなっていう感じがしますね。もうちょっと詳しく出していきましょう。じゃあお相手さんからどんなところが好きなのか、よいしょ、聞いていきますね。
ちょっとここが未来、その5年後のお相手さん、一緒になるお相手さんとの関係で、どうしようかな。ここちょっと補足で引いていいですかね。深層心理、エースオブエア、始まりの感じなんですけど、どうなっていくのかな。これかな。何か急スピードで始まりそう。その5年後のお相手さんと出会うまでがなかなか長かったとしても、出会ってからトントン拍子で行ったり、ねえ、今すごく待ってるのかな、出会いをっていう感じが多いような気がしますが、じゃあ、お相手さんにどんなところが好きか聞いていきますね。これかな。はいはい。A さんもすごく穏やかというか平和主義者というかなんじゃないかなっていう感じがします。すごくね、包まれるような温かさがあるっていう雰囲気についてかな、これは。A さん自身があまりね、人を攻撃的に接したりとかトゲトゲしい感じじゃなく穏やかな感じ、そこがね、お相手さんも一緒にいて居心地がいいんじゃないかな。ハイヤーセルフ、ハイヤーパワー。なんかね、一つ入ってくるのが、もしかするとソウルメイトの方との出会いが5年後に約束されている方もいるんじゃないかな。このジャスティスもちょっと気になるんですよね。何か聖杯、答えが出るっていう感じが、長年求めていた出会いに対して答えが出る感じがするんですよね。で、ここでつながりが出た。何かソウルメイトとのつながり、出会いがある方が多いような気がします。でしょ？で、そしたら、あなたから見たお相手さんの好きなとことか魅力的なところ、ちょっともうちょっとね、どんなところが A さんにとってはお相手さんが魅力的に映るのか、もうちょっと深掘りしていきますかな。ぱっと見ね、すごく声が素敵な人っていう感じもします。あと人とのつながりを大切にする人。すごいジャンピングが結構出てきます。やっぱボイス、声？もしかして歌手とか何か声を使ったお仕事をしている方もいるのかな。これとかすごいですよね。声を人に届ける感じがするんです。声に特徴的なポイントがある方っていう感じがします。で、そこがね、A さんも素敵だなって思える感じが出てますね。あとね、正直者。嘘つかない。かわいいですね、これ。人に嘘つけないから、自分にも正直。で、周りの人にも正直な方。で、そこが A さんにとってもすごく魅力的に映るんじゃないかなっていう感じがします。それでは、じゃあ今の A さんに必要なメッセージを出していきたいと思います。カードをいっぱい使って、よいしょ。5年後っていうと結構あるような感じもしますが、どうですかね。ソウルメイト出会う方いらっしゃるかな。なんかね、すごい深いつながりがある感じがします。はい。not for you、今じゃないのかな。やっぱり。ちょっと待ってくださいね。今の、よいしょ。A さんに必要なメッセージ。
かね、今ね、出会ってる人ではないというか、やっぱこれから出会う方なのかなっていう感じがします。で、タイミングとしても、今一緒になる時じゃないというか、すごい素敵なカードが出てきてくれました。やっぱりね、A さんにとって、その 5年後に出会う方は、プレゼント、予想外のプレゼント、もしかしたら A さんが長年ここで、今ね、現在なんですけど、求めている方が現れるんじゃないかなっていう感じします。で、アドベンチャー、南、これあったかいとか行動とかアクティブのカードなんですけど、今はね、もしかしたら A さん独身とか彼氏彼女いない、好きな人いないとか、ちょっとね、不安要素恋愛に対してあるのかもしれません。トラウマとかね。ただこれね、見てもらうと宇宙がすごい綺麗に映ってるんですけど、なんかね、A さんは出会うことが約束されている感じがするので、今は一人でも大丈夫だよっていうメッセージがします。ちょっとこっちを最後読んで終わりにしたいと思います。私は許します。自分や他者を許せば私は過去から解放される。許すことでほとんど全ての問題が解決する。許しは自分への贈り物。私は許して自由になる。将来ね、出会いがおそらく約束されている。そんな素敵な展開になったので、今はね、もしね、焦っている方がいらっしゃったとしても、そういう時もあるって。一人でね、道を歩く時もあるから、心配しないでほしい。そういう時間も許して、自分の自由を楽しんでほしいっていうメッセージでした。はい。何か一つでも参考になれば受け取ってください。以上、A さんでした。ありがとうございます。はい。それでは B さんですね。こちらのカード、ここに置きます。メッセージは最後に読みますね。このカードの。それでは B さんの大まかな流れ、恋愛の流れを見ながら、5年後に出会うお相手さんについて特徴等ですね、見ていきたいと思います。はいはい。こちらが、恋愛の大まかな流れですね。B さんの人生において。こっちがお相手さん、先に出しちゃいますね。お相手さんについて、あらま。で、こっちがそのお相手さんとの出会いのテーマ。はい。ちょっとね、切れちゃうかもしれないです。ごめんなさい。よいしょ。出会いと、家庭と、こっちですね。この恋愛の。どうしようかな。じゃあ5年後の出会うお相手さんとの流れからまず見ていきたいと思います。もしかしたら、そのお相手について、B さんがちょっとね、うまくいかないなとか、孤立してるな、周りとね、っていう時に出会うお相手さんなのかなっていうのが一つ入ってきます。で、その恋愛の流れとしては、出会いは B さんが落ち込んでいる時だったかもしれないですけど、お互いね、与えて受け取ってっていうすごくバランスの取れた、ご関係性になっていきそうな感じです。で、この未来もね、お付き合いが長くなるのかな。二人で一緒にね、こう奏でる、まだね、完成してないんだよっていう感じなので、二人で共同して何かこう、ご関係性とですね、付き合っていくのが長くなるんじゃないかなっていう感じします。で、今ね、A さん自身も何かこう出会いとか、人に囲まれてるとか、すごくね、こう、選択肢がたくさんあるような感じがするんですね、現状としても。
昔から安心できるような恋愛とか恋がしたいなって思ってたんじゃないですかね。ただここ未来のとこの認識できるところ、キングオブエアでここもすごい強いのが出てるんで、その5年後に出会う方とやっぱりこう始めていこうっていう気持ちが強いんじゃないかな。もしかしたら今知り合ってる中にいるのかな。その人とご関係性が強くなるっていう可能性も多分あるかもしれないです。何かこう気づくっていうワードが入ってくるんですね。すごい月が多く出てます。で、お相手さんの特徴なんですけど、ここ切れてますね。よいしょ。お相手さんはね、コツコツタイプな感じがします。こう何か今すでに役職がある方とか、年上の方とか、こうコツコツね、積み上げられる人。仕事でも、考え方でも。で、やっぱりね、5年後に一緒になる方はね、お金とか何かこう、たくさん持っている感じがします。結構ね、偽りなくありのままの自分をうまく出せてる感じの人なんじゃないかなっていう印象ですね。エネルギー状態としても B さんの今の現状が認識してる範囲と深層心理もすごくいい状態なので、過去ね、もしかしたらこうちょっとね、恋愛についてとか人生について何かこうもやっとする悩みとかあったかもしれないんですけど、今すごくしっかり地に足がつけている状態なので、で未来もしっかりこう安定性のあるカードが出てるので、本質を表すとか、B さんもこれからっていう感じがしますね。ただもうちょっとね、お相手さんから見た B さんのいいところとか魅力的なところですね、ちょっと出していきたいと思います。聞いてみたいと思います。5年後、B さんはこう友達関係というかこう安心できるつながりを大切にする方なんじゃないかなっていうのが一つ入ってきます。お相手さんから見た B さんの好きなとことか魅力的なとこ。これかな。よいしょ。やっぱりジャンピングが激しい A さんもなんですけど、ここですね。よいしょ。見ていきます。まずは一つ、お相手さんからですね。ちょっと待ってね。お相手さんが、言っていいのかな。なんか B さんに対して運命の人だなって思う出会いの方もいらっしゃるそうです。で、B さんがすごく無邪気なところ、何でもこう新しい気持ちで始められたり、人のいいところをね、見つけられたり、こう無邪気さがすごくいいんだよっていうことですね。で、B さんはね、物事を一歩引いて見れるというか、こうつながりとして見れる、点で見るんじゃなくて、ちゃんと線で物事を見れる感じがします。今この人にこういうことしたらまたこう巡り回っていいことが返ってくるなとか、こう点でじゃなくて、こうつながりとして物事を見れる。ちょっと伝わってますかね、ごめんなさいっていう感じがします。で、バランス感覚に優れている。誰かを特にね、エコ引きしたり蹴落としたりせずに、みんな平等に接することができる。そんなところ B さんの素敵なところなんじゃないかな。B さんのね、現状と未来がすごく強いカードがいっぱい出てるので、今までね、ちょっとね、
地に足がついてないというか、ふわふわした状態だったとしても、これからっていう感じがすごく伝わってきます。次ね、B さんから見たお相手さんの好きなところを出していきます。なんかちょっとね、最初にもお相手さんの特徴を出したんですけど、ちょっとヒントもらえるかな。B さんがね、お相手さんの好きなところ。これかな。ちょっと待ってくださいね。すごい、ここ44、見えますか？ 44。ダブって出てます。ちょっと待ってね。これがね、すごく目につくんですよ、私。お相手さんからの一目惚れとか、お相手さんからアタックが来るんじゃないかなっていう感じがすごくします。で、お相手さんが、やっと見つけた。見つけたってそういうことか。なんかね、見つけたっていうワードが最初から入ってくるんです。これもそうですよね。四つ葉のクローバーをキャッチ。なんか見つけたっていう感じが。ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。お相手さんが B さんのことを見つけた。お相手さんからアプローチがある。とか、っていう感じがします。お相手さんが B さんのことをこの人だ、運命の人だって思う感じ。ちょっと待って。これもそうですよね。ちょっと待って、シンクロ率がすごいです。P さんから見ても、お相手さんはね、ちょっとね、特別だった可能性もあります。出会った時から、何かこの人は違うっていう感じる方も、感度の高い方はね、いるかもしれません。ちょっとこれかな。あとは、お相手さんがね、すごくね、よくね、考える。物事をこう深く深掘りするタイプなんじゃないかなって思います。B さんが、こう、すべてをね、つながりとして見れる考えだとするならば、お相手さんは、こう、深く物事を考えていこうとする方っていう感じしますね。待ってください。で、これ。やっぱり、ちょっと待って。B さんから見ても、お相手さんがね、特別に見えるんじゃないかな。例えばね、大勢いる友達の中で一人だけすごく気になる方がいるとか、何かね、こうやっぱりわかるんじゃないかな。なんかね、あとね、友達っていうワードがすごく入ってくるので、もしかしたら今すでに知ってる方とさらに進展が出てくることも可能性としてはあるかな。昔ね、知り合ってた人でもいろいろ成長を経て、いい風にね、性格とか考え方とか変わって魅力的にさらに映ることもあるじゃないですか。なんかすごいさらに成長した感じとかっていう感じですね。伝わってきますね。すごいですね。じゃあ、今の B さんに必要なメッセージで出していきます。こっちかな。なんかね、お相手さんがすごくね、たとえ年下だったとしても力強い感じがするんです。どしっとした感じ。すごくおおらかで大きな感じ。存在とかオーラが。B さんもそこに安心するんじゃないかな。B さんに必要なメッセージ。ちょっと待って。ソウルプラン、嘘でしょ？これと、まさかの。これね、これすごい深いつながりのカード出てきてるんですけど、すべての、計画してるプラン、人生の起こっていることは、生まれる前に決めてきたっていうことなんです。で、私これ決めてるのは、ソウルメイトとかの時にも出るなって思ってるんですね。A さんもそうだったんですけど、B さんももしかすると、ソウルメイトっていうこともあり得ると思います。生まれてくる前からこの人との出会いは信じてた、決めてきてた。
やっぱりなんか見つけたとか、光り輝くとかがすごく入ってくるんですね。ここもキラキラ光ってる、キラキラ光ってる。必要なメッセージ。B さんに必要なメッセージ。かな。おー、はいはい。虹、嘘。なんかね、B さんに今必要なメッセージとしては、今ね、もしかしたら人間関係が目まぐるしく変わっている方もいるかもしれない。でも、深呼吸、ゆっくり深呼吸して休んで、たまにはね、甘いものとか補給して、自分の心のね、こう、鼓動こうドキドキするとか、自分の心の魂が求めていることを大切にしてあげてっていうことが入ってきます。でね、虹がかかってますよね。望みは叶うとかっていう感じがするんですね。だから今は自分の魂の赴くままに、日々の生活を送ってほしい。たまには休息とかね、甘いものもとって、これからね、5年後に出会う方と、結ばれると思います。結ばれるから、ちゃんとね、計画してプランあるんだよっていうメッセージですね。最後にこちらですね、選択肢のカードを読みたいと思います。私の家は身も心も安らぐ場所。私は家中を愛の波動で満たす。隅々まで愛情を注げば家はぬくもりや快適さで優しく応えてくれる。私の心は平安で満たされている。ですね。そのためにも B さんと心を満たしてあげること。ここに牛乳とかホットミルクとかもいいかもしれないです。蜂蜜も書いてありますね。こんなね、ゾウさんみたいに浸ることはできなくても、ちょっとね、ホットミルクと蜂蜜を飲んだりして、自分のね、魂を充実させてあげることが今必要なんじゃないかなっていう感じです。それでは B さん、最後までご視聴いただきありがとうございます。必要なメッセージだけ受け取ってください。はい、それではこちらですね。最後 C さんのリーディング、ここにカードを置きます。で、最後にこのメッセージは読みたいと思います。では C さんですね、始めていきます。まずは C さんの大まかな恋愛の流れですね。はい。を出していって、さらにお相手さんについて深掘りしていきます。ちょっとね、カードがたくさん使うので、切れちゃってるかな？切れてたらごめんなさい。で、こっちが大まかな流れ。はい。で、お相手さんについて、よいしょ。ラバーズ。ちょっと待って。このテーマ。で、その5年後に出会うお相手さんとの恋愛の流れ、出会いと、家庭と、未来。ちょっと待ってください。A さんも B さんもソウルメイトっていうワードが出てきたんですけど、ちょっと待って、ごめんなさい。C さんは、言ってもいいのかな？ちょっと待ってください。ツインレイっていう感じがするんですね。ちょっと待って。ただね、その恋が成就するまでが、ちょっとね、大変なのかもしれない。ツインレイってそうですよね。簡単にすぐにこう結ばれるあれじゃないので、ただ出会った時、出会いとしてはもうお互いね、ここだっていう感じ。お互いの、不足している部分がやっと補った、合わさった。で、家庭が一致なんですね。一番最初の。二人で、
築き上げていくとか、あとやっと今世今生で出会えた。で、こっから2人で築き上げていこうねっていう段階、地に足をつけて、生きていく。2人でお付き合いしていく。で、2人の未来がこれ。私これしょっちゅう出してたんですけど、ツインレイのリーディングとかでも、これ本当によく出るんですね。グレートビッグラブ。もうね、2人の未来はもう安泰。もう愛に満ち溢れてます。やっぱりね、言葉にならないところ、その5年後の愛のテーマも出ているし、ちょっと待ってね。お相手の特徴でもラバーズ出てるんで、しかもこれもがっしり掴んでますよね。もうがっしり。で、お相手さんが覚醒してるのかな？もうね、昔のお相手さんとは違うっていう感じなんですね。もともと2つパターンあって、もともと知ってる方でツインレイだった。サイレント期間を経て、お相手さんが成長して出会う。または、もうすでに出会った時にお相手さんが成長を終えているパターンもあると思います。とにかく、この出会いの流れも見てもそうなんですけど、すごい。もうね、出会った時からもうすごい。で、すごい。で、で家庭がもう2人で積み上げていくもの。やっと今世、やっとこの3次元の世界で出会えたから、でもね、未来は愛しかない。これが一応流れ、大まかな流れで、C さん自身があまり今まで恋愛経験が多い方ではないのかなっていう感じがします。ただね、恋に対しては前向きで、いろんな惚れやすい方もいると思います。ただ経験までに発展はしていかないというか、すぐ人を好きになっちゃうとか、C さん自身が人のいいところをちゃんと見れる方だと思うので、っていう感じですね。ただ今の状態としては、ちょっと待って。トランスフォーメーション、ここも出てる。はい。ってことは、C さんも何かね、覚醒とか目覚めとかを認識している方もいらっしゃるかもしれないけれども、深いところでは進んでいる。または今もう終えているとか。で、新しい光を自分のね、魅力に気づいている方が多いんじゃないかなっていう感じがします。やっぱりね、結ばれるまでは一筋縄ではいかないと思うんですが、ちょっと待って、トランスフォーメーションのページ、そうね、今ね、ちょっとね、もしかしたらね、このお相手さんと出会うまでがちょっと長いとか、結ばれるまでが長いかもしれないけれども、ここにラブも出てるし、キングも出てる、カップのキング。で、深いところでワンドも出てる。で、しかもこれすごく華やかで可愛らしいカード出てるし、っていう感じですね。今、C さんとしてはすごく前向きとか、出会いが多いとか、っていう方もいらっしゃるのかなっていう感じします。それでは、次。すごいな。A さんも B さんもソウルメイトっていう感じが出てきたんですけど、C さんは何かこうツインちゃんっていう印象がします。じゃあね、お相手さんから見た C さんの好きなところとか魅力的なところを聞いていきたいと思います。よいしょ。はい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 。はいはい、ジャンピング。ちょっともう一枚これ出したい。これかな？
陰と陽の陰が出ました。お相手さんから見て、C さんは陽、太陽と月で言うならば、ツインちゃんの、月のエネルギーの方。ちょっと待って。そうね、お相手さんから見るところで出したから。で、ここぞという時には、前に進めるところ、C さんの。そんなところが素敵だなって思っているみたいです。もうちょっと、もう一枚。ちょっと待ってね。やっぱりね、ツインレイ説がちょっと濃厚な気がします。待って。すごいな。ちょっと今回5年後すごいことになりそう。A さんも B さんも C さんもなんですけど。すごい、ちょっと、ジャンピングもすごいし。これかな。はい。あとね、C さんの中には、ちょっと待って、スピリチュアル能力とかやっぱりある人とか、信じてるとか、人もいるんじゃないかな。もうね、C さんの疑わないところ、何でもね、ありのままを信じれるところが好きみたいです。C さんが大切にしようとしているものを信じているところ。もしかしたらパワースポットとか神社巡りとか好きなんじゃないですかね、C さん。そういうところにも出かけていっている感じもします。じゃあ、C さんから見たお相手さんのいいところ。5年後にね、出会う、ちょっとツインレイ説が濃厚な感じするんですけど、のいいところ。C さんにとってこういうところ好きだなって、魅力的だなって思えるところ。これかな。パワーがすごいって。粘り強い。最後までできる。逆境に強いとか。こんなね、厳しいとこでも花を開ける人。逆境こそ燃えるというか、タイプなんじゃないかな。ちょっと待って。やっぱりね、一つのとこにとどまらない感じがします、お相手さん。すごくね、例えば仕事だったら移動をたくさんしている人とか、何か転勤が多いとか、あとは成長し続けるとか、とどまることを知らないと、なんか歌の歌詞にありますよね。やばい。で、これか。やっぱり最後までやり遂げられる人。そんなところが C さんにとっても、この人素晴らしいなって思えるポイントじゃないですかね。でね、ちゃんとね、このお相手さんは最後には形になる、形をちゃんとね、作れる人。だと思います。これもね、真珠、綺麗な真珠って作るの大変じゃないですか。貝殻の中で。ちゃんと逆境でも、耐えて、で、最後に成功をつかむとか、しっかりとね、真珠を完成できる人、そんなところが C さんにとってもこの人すごいなって、尊敬できるなって思えるポイントじゃないですかね。じゃあね、C さんに、ごめんなさい、ぶつけC さんに今必要なメッセージを最後出して終わろうと思います。待って、これ。よいしょ。深く考える。はいはい。とか、これね。これ、つながりのカードでもあるんですよ。月が2つあるじゃないですか。で、ここに袋もいて、私はね、これつながるとか、本当の意味でつながるとかね、使うんですけど。はい。で、ここかな。C さんに今必要なメッセージ。はい。はい。ちょっとこの子も弾いてほしいっていう感じなので弾きます。はい。はい。ちょっと真ん中持ってきて。今ね、
そうね、深く考えること。もしかしたら、もうすでに今、サイレント期に入っている方もいるのかな。お相手がなんとなくこの人がツインでいて気づいている方もいるかもしれないけど、もしね、疑いとか、こう迷いとかがあるなら、それは手放す。手放して、もうね、C さんがやりたいと思ったことがあるなら、もう C さんの思う通りにやってっていい。ただその疑いとか不安要素だけは捨ててねっていう感じですね。で C さん自身もパワースポットとかやっぱ好きなのかな。すごく見守られている感じもするので、だからそこを信じるとか感じるとか深くね考えればポジティブになれるはずなので、何かね行動を起こそうとしている人であれば、多分ね恋愛に関わらずだと思うんですけど、こう何か仕事とかでやりたいと思っていることがあるならば動いてもいいって、チャンスをつかむためにもう動いちゃってっていうカードが出てるので、何かこう動こうとしている人がいるならばもう動いちゃえっていう感じですね。最後にこちらですね。読みたいと思います。私は素直に流れに身を任せる。私は新しいことや変化にオープンだ。すごい、ここ。やりたいことあったらやっちゃってっていう。どの瞬間にももっと自分らしくなれる。絶好のチャンスがある。私はスイスイと人生の流れに乗る。何かね、今 C さんの人生の流れが来ているのかな。仕事面とか、こう、恋愛以外のことで。ただ5年後にはつながれる人がいるので、今ね頑張ってほしいなって思います。応援してます。それでは必要なメッセージだけ受け取ってほしいなって思います。以上 C さんでした。ありがとうございます。